今回紹介するのは 4Mac です。Mac 専用の特別バージョンなのかな僕たまたま家にこのユニファイン対応のコティがあったから、これでこいつ接続できないって思ったんです。接続している各デバイスをディスプレイの配置を決めてあげれば、ソフトウェア上でリンクすることができます。信じられないぐらいメモリがバカ食いなんですよね。何十メガ、100メガとかになってて、最終的に上段抜きでこれ10ギガ以上になってたんですよ。数年間ロジクールこの問題放置してるみたい。抵抗があまりになさすぎるマウスなんで、ちょっとそれで疲れるのかなみたいなのもあるんですよね。ただ機能性がね、めちゃくちゃ高くなってるし、細かい設定もできるし、全体で見るともちろんこっちの方がいいですよ。1000円のマウス買った時は、あまりにもチープすぎて、ちょっとフラストレーションが溜まりますよね。4000円レベルのマウスを買ったら、これが4000円かっていう感じで全くクオリティ変わってきますよね。でも先日失敗しちゃったんだけどね。やっぱりなんかね、手に馴染む感みたいなもの人それぞれ違うから、マウスとキーボードすごい難しいですよね。やっぱり快適に動画編集をしたいから、いいの欲しかったんですよ。ちょっと奮発しちゃいました。1万円奮発して手に入れたのが、こいつ。さすがにマウスで1枚ちょっときついんですけど、めちゃくちゃ使いやすい。この金額ならさすがに高級って言えますよね。しかもこのマウス Anywhere シリーズ。なんかすごい有名じゃないですか。でも今回紹介するのは 4Mac です。Mac 専用の特別バージョンなのかな通常は4ビジネスがあるんですけど、今日はこの 4Mac ね、せっかくなんで買ってみて、4ビジネスと何が違うのかっていうのを紹介しながら、いいところと、そして最悪なところもあったんで、両方とも紹介します。この 4Mac、4ビジネスと何が違うかっていうと、すっごいシンプルで、コキがついていません。えもちろんデザインが白なんで、すごい Mac 感あるんですけども、コキがついていません。4ビジネスはついてるんだけど、4Mac にはついていません。その違いだし。なんでだろう4Mac って書くのって、あれなんかライセンス発生してる。そのライセンス料を埋め合わせるためにコキをなくしてるとかあるのかな。いや、Apple だったらマジであり得るかもしれないよね。実はこの 4Mac、Anywhere シリーズの最新じゃないです。最新はもう一個新しい 3S になってんだけど、今回この3のシリーズを買いました。なんでこっちに留めたかっていうと、3S 最新のやつはクリックがちょっと西洋になりましたってアピールされてたから、自分はガチガチクリック感ある方が好きなんですよ。良くないですかバシバシなクリック感。買ってみて、想像してた以上にちょっと音がでかい。自分はまあまあいけるんですけど、人によってはもしかすると、でかすぎなんじゃないみたいな人もいると思う。でも今回 3S があまりにも静音すぎると、自分静音めっちゃ嫌なんで、こっち買いました。静音だったらでかい方がいいよ。クリック感だけじゃなくて、最新のモデルは付属のコキが変わってきます。こいつは付属してないけどね。付属のコキの規格は、なんかロジクールさんの最新の規格になってるので、ただ残念ながら 3S の最新の方には、どれ買ってもついてこないらしいので、結局自分で購入する必要がある。プラス、そのコキの分払わないといけないから、結局値上がりしてるよね。本体価格もちょっと 3S の方が高かったから、今回こっちで満足してます。そして今回この 4Mac 買ったんだけど、一つ試してみたいことがあったんです。それは、本来、コキプラス Bluetooth 接続2つで、固定3台接続が可能。しかも接続切り替えボタンを使って、3つのデバイスを切り替えて使うことができます。でもこいつコキがついてないということで、ロジクールさんのコキってユニファイっていう共有機能がありますよね。これユニファイ機能に対応しているコキとマウス類を買うと、1個のコキで何台も共有して繋ぐことができるんですよ。僕たまたま家にこのユニファイ対応のコキがあったから、これでこいつ接続できないって思ったんです。ちょっと試してみようってことで、家にあるコキで接続してみたら、あっさりと繋がりました。ということで、検証の結果、この 4Mac は4ビジネスと同じ仕様ということで、自分でユニファイ対応しているコピーを用意してあげれば、Windows にもつなぐことができました。だから、ビジネスバージョンに比べて、ただ単に白くてコキがついてないやつでした。コキを接続することによって、4ビジネスと同じく3つのデバイスを切り替えて、もちろん使うことも可能でした。全く問題なしです。さすがに1万円なんで、めちゃくちゃ使いやすいです。特に動画編集を今回メインでね、なるべく早くね、動画編集の時間を短縮させたいということで買ったマウスなんですけども、めちゃくちゃ使いやすいです。ちょっと自分手が小さめなんですけども、自分にフィットしてるので、もしかしたらちょっと手が大きめの人は小さすぎると感じるかもしれないですね。ここは人それぞれ。先ほど言ったように、静かな部屋の中で使ってるとクリック音は結
構でかく感じます。外で使ってる時は静かめのカフェとかでも気にならないぐらいなんですけども、いつも静音のキーボードとかマウスが好きな人には多分これは合わないと思う。そういう人は、最新の 3S が出てますので、そちらを検討してみてください。右クリック、左クリックも押しやすいし、真ん中のグリグリも結構快適ですね。そのすぐ下のボタンはこのグリグリの抵抗ありバージョンと抵抗フリーバージョンに切り替えることができます。初期設定ではこの抵抗ありのグリグリが結構硬めなんだけど、後でソフトウェアで調節することができますよ。ブラウザの進む、戻るによく使われるサイドボタンも装備されており、先ほど説明した真ん中のグリグリは旧モデルでは左右に動くチルトの役割にもなったんですが、今回はこのグリグリ、物理的な左右に動くチルト機能は廃止されています。チルトを使う場合は、左のサイドボタンどちらかを押しながら真ん中をグリグリすることによって素早く移動が可能になっています。多分 Excel とか使ってる場合はね、めちゃくちゃ使いやすいですよ。これらの各ボタンすべてロジクールさんが配布しているソフトウェアで制御することができますので、細かくね、自分なりにカスタマイズしてあげましょう。ロジクールの Options Plus というソフトウェアをインストールします。自分はデフォルトではあまりにもこのグリグリが強すぎたんで 25% ぐらいまでね、落としてあげました。グリグリ強いとね、ちょっと動画編集で作業が遅くなるんですよね。サイドボタンとかの割り振りもそのままにしてます。それぞれ各アプリケーションごとに、この割り振りを変えることがね、できますので、よく使うソフトウェアとかね、クリエイティブソフトごとにボタンを変えてみてもいいんじゃないでしょうか。さて、コキが使えるということで、一つ Windows にコキで接続して、残り2つ MacBook と iMac に接続してみました。合計で3台の機器を切り替えながら使うことができるってことですね。1万円なんで。さすがにこのぐらい金額出したら、他社のものでも結構いいものやと思うんですけど、安心のロジクールということで、そもそも握った感じの、作り方というか丈夫さがめちゃくちゃしっかりしてるなっていう感じがします。だから4000円ぐらいのやつでも結構高く感じる人ね、いると思うんですけども、そもそも作りがね、全く違いますね。本当に値段差が感じられますね。ロジクールさんそこそこ安いのでもね、しっかり作ってますけどね。表面の素材もしっかりしてるので、アルコールとかでガシガシ磨いてあげても傷ついたりとか塗装剥れたりとかもないんじゃないかなと思います。左側のサイドボタンなんですけど、個人的にはちょっと硬めな感じがしました。特にモドルの方に当たる下の方は、ちょっとポジション的にそこまで押しやすくないのかなっていう、ごめんなさい、そんなイメージです。僕の手がちょっと合わないのかもしれない。機能性を無視して単純に使いやすいのは、ロジクールさんの M546 だと思うんですが、こっちのサイドの方が圧倒的に僕はフィットしましたね。ぶっちゃけこっちのマウス使ってる方が動画編集もかなり早く作業できてるんですけども、これはもしかしたら慣れの部分もあるのかもしれない。しばらく同じマウス使ってると慣れて結構快適になるのかも。というかこの M546 があまりにも良すぎるんですよね。でももう廃盤になっちゃってるのかな。めちゃくちゃ値段釣り上がってますしね。買わないときましょう。さて、このマウス、めちゃくちゃ便利な機能があります。マウスの共有機能。今デバイスを3つ接続しているんですけども、接続している各デバイスをディスプレイの配置を決めてあげれば、ソフトウェア上でリンクすることができます。リンクすれば、マウスのポインターを自由にデバイスを飛び越えて共有して使うことができます。仕組みは、あらかじめ両方とも接続しておいた状態で、ポインターが端っこに行った瞬間に、もう一個の方に切り替わるっていう、ペアリングし直している仕組みになってます。ペアリングを切り替えているので、若干のタイムラグは発生します。これ何がめちゃくちゃ便利、使いやすいかっていうと、Windows でも Mac でも飛び越えれます。今、Windows 1台と Mac 2台繋がってるから、この3つで共有することができます。すごくないですか？単純に Bluetooth を切り替えてるだけだから、問題なくできて、そうだよね。当たり前だよね。実際に使ってみたんですけども、切り替えね、うまくいったらかなり使いやすいんじゃないかなと思いました。以前動画で紹介したように、Mac 同士はね、あらかじめ Mac の OS の機能で、マウスの共有機能がありますから、めちゃくちゃ簡単だったんですが、Windows とは共有できないので、このマウスを買えば共有してあげることができます。使い勝手は、OS を飛び越えることはできるんですけども、やっぱりデバイス同士飛び越えるたびにペアリングし直してるから、切り替えが早い時は早いんだけど、遅い時もある。Mac でデバイス飛び越える時は、ほとんどタイムラグないですからね。そしてもう一つ、Mac の共有機能に比べて不便なのは、Mac の場合は、ポインターを隣のデバイスに置くと、その時点でキーボードも共有することができます。1個の MacBook のキーボードで、他のディスプレイを操作することができるっていうのに対して、あくまでもこいつはマウスだけの共有になります。だから、4Mac マウスなんだけども、
この機能 Mac だけだったらいらないよね。だってもう Mac はその機能が備わってるわけで、しかもキーボードの共有も同時にできるわけですから。だから 4Mac バージョンでは、Mac 用なんだけど、この共有機能いらないっていうことに残念ながらなってしまいました。それでも Windows をね、同時に使ってる人がいると思いますので、その人のためだと思います。さて、こんなめちゃくちゃ便利なこのマウスの共有機能なんですけども、使えません。使えません。いや、僕の環境では大事件が起きました。使ってたんですよ。このソフトウェアでフロー機能ってこれ呼ばれてるらしいんですけど、フローをオンにしてずっと使ってたら、信じられないぐらいメモリがバカ食いなんですよね。メモリ足らないってなんか警告が出て見たら、何十メガ、100メガとかになってて、最終的に上段抜きでこれ10ギガ以上になってたんですよ。10ギガ以上メモリ消費するソフトウェアってあります？間違いなく何かが起きてる。で、はじめ、4Mac のやつを無理やり Unify のこっちさ、用意して Windows やったから、なんか嫌がらせされてんのかなと。嫌がらせじゃなくても、なんかそれで変な感じになってんのかなって思って調べたんですけども、いや違うんですよ。この同じ現象、このメモリバカ食い事件、常に数年前からネットで報告されてます。数年間ロジクールこの問題放置してるみたい。M1 チップの Mac を使った時に、このマウスのこのフロー機能を使うと、僕と同じ状況で、ありえないぐらいメモリバカ食いになります。そして、ロジクールさん、これ直してないみたい。で、このメモリバカ食い事件、表示だけがバグってんのかなと思ったんですけど、いや、ほんまにバカ食いなんですよ。なんか、バグで警告文だけが出てるのかなと思ったんですけども、実際に、ダヴィンチで動画編集してる時に、このメモリバカ食いが発生したんですけど、めちゃくちゃダヴィンチも長くなったんですよ。調べたら確実にメモリ消費してるんですよ。こんな大量なメモリ常に消費してたら、スワップされてマジで SSD 死ぬからやめてほしい。でも調べたところ解決方法もないし、ロジクールさん解決するつもりはなさそうだから、これは使えないです。どうしよう。いや、なんか結構 OS さ、飛び越えてさ、なんかめっちゃいいの見つけたなと思ったんですよね。もうこの機能あるとさ、もうこれからずっとロジクールさん使おうかなって思ってたんですよ。この Windows も Mac も使う自分はね。どうしたらいいの？これはもう確実になんかフロー機能やと思うんですね。フロー機能をオフにしてたらならないから、なんだろうね。Windows とこれやってたらメモリ吸い取られるんですかね、Mac から。そんなはずないよね。確実に何かが起きてる。なんだろうね。なんか、キャッシュがどんどん溜まっていってて、それをうまく消せてないんだろうね。なんかどんどんこう蓄積されていってんだろうね。いや、ダメでしょ。ロジクールさん、せっかくいいもの作ってるんですから、4Mac を無理やり Windows で使ったことを謝る。でも、これ、お願いします。対策してください。4Mac って言ってもさ、こういうのって大体、機能制限とか、かけてるとかありますけどね。違うバージョンで。でも、4ビジネスと 4Mac であっても、この1からコストかけて全く中身作り変えるっていうのがないと思うから、基本は別に同じやつだと思うんですよね。ちょっとわかんないですね。しかも Mac の OS も最新してますからね、解決できません。あともう一つは、さっき言ったこの Mac に初めから備わってる便利なキーマウ共有機能なんですけども、これフロー機能を使うときはぶっちゃけオフにしてた方がいいです。何かっていうと、なんか Mac2 台で OS の共有機能を使って、さらに Windows をこのフロー機能でやってたんだけど、わけわからんようになるんですよね。この Mac 同士移動した時には、実際にペアリングが切り替わらないわけですよ。なんでかっていうと Mac の OS 機能によって拡張みたいな状態になってるから。そうするとなんか、どこからこのマウスを逃がしたらいいのかなみたいな感じになる。説明難しいんですけど、マウスがなんか右左どっちにいるのみたいな状態になって、つまりこのフロー機能を使って全部をリンクさせようとすると、初めから Mac に備わってるキーボード、マウス、共有機能はオフにしなければ使えないです。しかもこれ Mac 同士だったら OS のキーボード、マウス、共有機能の方がかなり優秀だから、Windows と Mac を接続するために、このかなり優秀な Mac 間同士の機能を使えなくなってしまうので、だから使うんだったら Windows 2台持ってて Mac1 台とかそういう組み合わせじゃないと意味ないですよね。どうしたなんかいいの買ったんだけど、なかなかうまくいかないね。いろんなことあるんですけども、このマウスの品質はいいと思いますので、この品質だけでね、考えていきましょう。品質はとてもいいと思います。1万円払ってるんで、さすがにいいの提供してくれてますよね。あとは自分の好みと手に馴染むかどうか、そしてこのカチカチ音ね。カチカチ音が自分の好みに合うのかどうかだと思います。で特にこのマウス、下の摩擦感が全然なくてめちゃくちゃツルツル滑るんですよ。漫画実際のなんかガラスっぽいね、机のところでやってみたんだけど、それでもめちゃくちゃ反応するからめっちゃいいんですよね。でも、一点ちょっとここで気づいたのが、この
抵抗があまりになさすぎるマウスなんで、ちょっとそれで疲れるのかなみたいなのもあるんですよね。なんか抵抗がちょっとあって、あんまり滑らないマウスって、動かしにくい感じするんですけど、で、動画編集とか細かいことしてるときに抵抗が少なすぎるツルツルマウスって、なんて言うんですかね。ちょっと逆にそれによって力むんですよ。例えるなら抵抗少なくてツルツルなんで、なんか細かい作業してるときに、なんかスケートリンクの上になんか立ってるような状況になるんですよね。わかりますちょっとなんかこう微妙に力んじゃうっていうのがあるんで、逆にそれで手の力をちょっと奪い続けられてるような感じしました。クリック音は人によってはちょっと大きい感じするかもしれないんですけども、やっぱり西洋マウスより動画編集してて疲れにくいなと思いました。西洋マウスの方が抵抗なくて疲れにくいんじゃないかって思うかもしれないんですけども、西洋マウスでやってると、こう、なんて言うんですかね、クリックしたしないっていうのが音ないので分かりにくいというか、なんか聴覚で分かるじゃないですか、カチってなると。で、西洋マウスの方が、なんか無意識のうちにちょっと押し込んでしまうんですよね、力が出て。一方で、このカチカチマウスは、カチッカチッってした途端に、この自然に体が止まる感じがするから、なんかあんまり押し込まない。どこまで押したら反応するかっていうのがすごくカチカチの方が分かりやすいから、なんか長期的に使ってるとね、細かい作業してると疲れにくいようなイメージがしました。というか実際そうだと思う。これからもなんかカチカチの爆音を使い続けます。このマウス1万円もして、高いから、今回しかもソフトウェア使えないじゃないですか。残念ながらね。便利な機能が使えなくなってしまったんですが、それを差し引いても1万円出す価値はあるんじゃないかな。そのぐらい高い品質だと思いました。おすすめできます。プロ機能が使えなかったとしても、ソフトウェアで一つ一つ細かい設定ができるので、特に真ん中のグリグリの抵抗感、細かいところまでね、100分の1ずつね、調整できるのがすごく嬉しかったですね。他にもね、調整できるマウスいっぱいありますけども、もともとこのグリグリの部分が特に品質高いのでね、ここでグリグリしてるだけですっごく快感です。いいデバイスで快感だとずっと作業してても使い続けたくなるんですよね。快感で作業効率がすごく上がってるかもしれない。僕が一番使いやすいと思う M546 に比べてサイドボタンの下のボタンの方のね、戻るボタンの方の押しやすさは若干負けているような気がしました。デザイン性も比べてみるとこっちの Anywhere マウス 4Mac の方は左右対称に近いですね。やっぱり手の形に沿ってよく設計されているのはM546 の方なので、そこでちょっと違いがあるんじゃないかなと思いました。ただ、機能性がね、めちゃくちゃ高くなってるし、細かい設定もできるし、全体で見るともちろんこっちの方がいいですよ。握りやすさとかそういうものは、この価格帯とかで、いろいろ探してみたら、もしかしたらもっと自分の手に馴染むものは存在するかもしれないなっていう感じがしました。ということで、レビューは以上です。いかがでしたでしょうか。マウスって難しいですよね。なんかキーボードよりも難しくないこの握ってずっと使うからさ、キーボードも指の長さとかあんねんけど、さらに握った状態で使うから手の形とかね、そういうのがかなり変わってくるので、マウスほんと難しいなと思いました。今回はめちゃいいマウスに出会うことができたので、あとはロジクールさんがこのフロー機能を改善してくれるだけです。キーボードもそうなんですが、このマウスは動画編集する自分にとっては作業効率がめちゃくちゃ良くなるので、毎日快適に作業できたりとか、時間効率考えたら、高い投資ではないと思いますけどね。パソコンのなんか CPU とか GPU とかメモリとかワンランクアップグレードするためにお金をかけがちなんですけども、キーボードとマウスってめちゃくちゃコストの割にリターン大きいと思います。さて、このマウスのいいところと悪いところを紹介できたと思いますが、どうだろうね。10点満点中で8ぐらいは絶対にくだらないそのぐらいのマウスなんじゃないでしょうか。やっぱり安心のロジクールさんっていうことなんですが、もし皆さんが使ってて、いや、このマウスめっちゃ使いやすいとか、そういうおすすめがあるなら教えてください。トラックボールはあんまり使わない感じです。なんか本当にマウスって人それぞれ趣味が違ってめっちゃ難しいですよね。